末本綾乃さん、当時20歳。陸軍運輸部に勤めていた綾乃さんは、8月5日、墓参り休暇のため、戸郷地町の実家に帰郷しました。何年も帰りませんのですからね、忙しいで、陸軍に勤めとるんですからね、下宿で通うてですからね、帰る言うたらね、お祭りみたいにもう四角なお寿司を作ってくれてね、母がお煮しめ炊いてくれてね、ご馳走して夜は迎えてくれましたですよ。本当に親の心ってありがたいなと思いましたね。そしてまあ久しぶりだから三段木を行って8月じゃありますし、まあ水の音を聞きましょうかいうぐらいでね、その、夜残ったお寿司を弁当にもらって三段木に行って、でお昼ごろ母が大ごと大ごと言うて迎えに来てくれました。もうその時からもう復帰しなきゃいけませんのでね、もう心がですからまた食べるもんがないだろう言ってですね、ご飯炊いてくれたの結びを作ってもらって、自分の友達にもあげねえいけんだろう言ってですね、30ぐらいを結びにしてもらって、煮しめを入れてもらって、それをそれから夜の6日の6時12時ごろ夜出ただきトラックで出たんです。でトラックが入車禁止になりましたから降ろされて、トラックが降ろされて歩いたんです。歩いた時の出会いが幽霊でした。皆さん同じです。こうであり神戸をそったれて歩く、誰一人活発に歩く人おりません。ゾロ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 、物一口誰も言いませんね。その行列です。幽霊の行列でしたよ。それで怪我をなさっているとかいうようなことも分かりません。夜でしたから、はい、その生き変わりの人も何度ひどいことがあったもんじゃ何だったんだろういうように自分で思いながらですね、それで横側に降りてからは死んだ人、家が一つ、昨日ここにおいしそうなものを売っとられたね、あそこにいい服を売っとられた、何にもない。ほんと一目で広島駅まで見えたかな。あるのは服屋とかコンクリートの建物、大きい建物だけでしたね。あんなに一日で焼けるもんでしょうかね。すごいですね。それから横川線はあちこちで生きた人がね、水声ですよ。それでも水持っとりませんから、私は結びは持っとりましたけどね水がないから、水言われる人に水もないんですからね、あげることがいけんから近寄りませんでした。声だけ聞きました。それから私は今の下宿のおばさんを探さにゃいけないから、学校校庭を探して歩きましたけど、全然見当てることはできませんでしたよ。山のように積んであるんですもの、死体が。そして川言うたら全部今の相生橋からも4つの方からも広島にはいっぱい川がありますね。川の中みんな死んだ人でしたからね。そして灰ですよ。灰が金灰がね、もうその皆腐った肉の中、血のにじんだそのところに湧きましてね、ハエというもう群衆にはもう本当驚きましたね。原爆ドームがありましょう。そのところにね、ホロじゃったね、アメリカ人の2人の兵隊さんがね、足を鎖でつながれてね、2人が。そしてね、あれですよ、死んでいらっしゃる。ね、それを見た時にね、やっぱり戦争言ったら相手を狙ってして他の人は死にませんけど、
今のような爆弾だというものになると無差別でございますね。アメリカの人だけよけるわけにいかなかったんでしょう。アメリカの兵隊さんだったら一生懸命国のために働いた人だと思いますよ。それも分からないんじゃないでしょうか、アメリカの人たちには。護国神社にはね、お参りしたんじゃありません。そこ通り道でございますから、今はありませんけどね、あの時電車通りの通り道にね、大きな鳥居が立っとったんです、昔の護国神社は。その前でですね、軍人さんが対等のところね座って、この上はパッと前にお骨になって死んでいらっしゃる。ここは焼けてなかったです。ここも座ったここから下は、この対等から下は焼けてなかったです。その護国神社の前で、その対等をね運輸部におりましたからね、見習い士官の兵隊さんだったということはここの対等のあれで分かりましたね。ほじゃが、頭の方は分かりません。パッと崩れておるか崩れていないのかなかったんで、こっからがこうなっとります。それでこっから下はその前に、それもありましたね。それから電車の入り口からぶら下がっとる人もありましたね。今の神谷町の曲がり角がございますね。あのところで電車の焼けたんがありました。それから落ちかけて、それもぶら下がったような格好でありました。そして相生橋のところに1台ありましたね、焼けた電車が。はい。それからずーっと歩いて宇品まで行ったんです。それで寮で15日までおりました。自由行動言いますかね、自由行動言うてもしなきゃならんことはいっぱいありましてね、被爆者をしなきゃ来られる方をやけどしとられればいけないし、それで炊き出しもだからね、ご飯食べたいうことも一つも記憶にないんです。一握りの自分の力しかない、生まれてきたい、ね、その一人の力だから、自分が一生懸命自分なりにね、成長していかなきゃいけない、勉強しなきゃいけない、何人にも耐えなきゃいけない、友達同士仲良く、もうね、人間だから仕方がないね、心を正しく、やっぱり今のお月様ね、お星様、きれいなすみれの花だってね、みんな同じ仲良くね、自然と仲良くしなきゃね、自然には勝てないと思います。自然の中に包まれている人間であるならば、やっぱり自然と共でなかったらいけないと思いますね。何千年何億昔に山の上に大きな石があるじゃありませんか。その力ですよ。それは人間がしたんじゃないと思いますよ。自然がしたんだと思いますよ。ね、それをね、やっぱり自然を見習って、自然の大きな力を少しでも自分に頂戴するいうことは、自分の人なぎりのこの力やるぞという心しかないんだから、それをやってたらですよ、どんなようになるかもしれません。子供にね言うことは、人の言うことを聞くということで、聞いてどれかを自分のものにする、皆までできないかもしれないけどね、いいと思うことは自分のものにするいうことじゃないかなね。成長あれ、生まれ出る生命よですよ。